おはようございます。銭湯きみこです。はい、ちょっとね、気づいてくれた人もおらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、昨日美容室に行ってきて頭まっすぐにしてきました。私の髪すごい髪の毛の量も多いし、すごい癖っ気ですごい大変なんですよ。で美容室行ったらいつもねうわって言われるんですけど、はい、それでそれなりに傷ついてコンプレックスで定期的にね髪まっすぐにしてるんですけど、最近はちょっと面倒くさくなっちゃってもう3時間以上かかっちゃうんでね、全然行ってなかったんですけど、どうでもいいと思うんですけど、個人的にはすごい気に入っております。ちょっとねティモテができる、知ってますかね。ティモテってやつ知ってます。で今日はですね宣伝じゃないんですけど今月号の盆栽世界で特集で五葉松の葉書を楽しむっていうですねそういうのやっててすごい面白かったんで、最近通販でヤフオクで苗木をですね3本買ったし、私が他に持ってる五葉松でもいくつか葉書の違うものがあるので、その紹介とこの新しい子たちのお掃除とやりたいと思います。で盆栽で人気の有名な産地って言ったらやっぱこの東御用とか那須御用とあと四国御用とかですね、代表的な有名な産地はあるんですけど、産地に限らずですね、例えば東御用でもいろんな葉書のものが出ますし、種買ってきてまいてもですねいろいろ違うんですよ。でこれは那須御用の未生、2年生なんですけど、これも同じロットの種をまいたのでも全然葉っぱの感じも違うんですよね。成長具合も違くて、こんなに弱っちいひょろひょろしたものもあれば、もう結構しっかりこうやって太くなってるものもあったり、葉っぱもこうちょっとね結構しっかりピンと立って良さそうなものもあれば、あとそうですね、ちょっとヨレヨレのものがあったり、ちょっとこういうちょっと緑が濃いやつとかですね、いろんなものが出てきますんで、そういうのをねその違いを見ながら育てていくのも結構楽しいかなと。五葉松は高山性なんですけど、同じ分布帯に自生してる亜高山とかその辺に生えてるハ松っていうのがあって、それとですね結構交雑するんですよね。その入り具合で葉の短さとかねじれ具合とかも結構違うようで、いろんな葉書のものが得られると。特にミニ盆栽で好まれるのはやっぱり芽が小さくて、枝がよくできてっていう、そういう八つ房症の五葉松がやっぱりね好ましいんじゃないかと思います。じゃあ早速この3本ですねちょっと紹介したいと思うんですけど、一つは那須御用のチャウスっていうちょっと緑がここ濃いめ青系のやつかな、こういうやつ。これも八つ房症のやつなんですけど八甲っていうやつですね。それとこれは、玉水っていうすごいもうめっちゃちっちゃい症の、この3本を、買いました。でこの掃除をですね、ペロッとやろうかなと思います。今日はこの3つの、新入りの、五葉松の掃除をしたいと思います。特にこの玉水なんかいうのはですね、すんごく葉っぱが短いですし芽も細かくて商品には向いてると思うんですけど、やっぱねこういうのは芽数が多すぎるんで、いかにどこをスカスカっていうのがねとても大事なんじゃないかなと思います。うちのチャウスなんかは葉っぱは割と色がね青みがかったしっかりした葉っぱでねじれも少なくて、いいんじゃないかなと思います。でこれは八甲なんだっけ、ちょっと読み方忘れちゃったんですけど、こういう葉書のものですね。これも芽数が多くて、葉っぱはですねちょっと部分的に長くはなってますけど、八つ房症のものですね。全部
枝をですね良い枝を見つけてそれを黒松に継いで作られています。はい、こういう古っ葉黄色い葉っぱがねこうやって落ちてくるんでそういうのは揺すって簡単に、落とすことができます。はい、でそうでしたら今度は古葉を取っていきます。この葉っぱの元のところですね。的にこうチョキチョキとよし、これ全体的にこう葉を透かしました。これ他の木もやっていこうと思います。こういうやつぶさ中のやつぶさ中っていうのはやっぱこうすごく葉っぱがいっぱいいっぱいでもうこれだともう培養条件悪くなっちゃうんでもうやっぱね特に気をつけて中の方を、きれいにするというのは大事なことかなと思います。ハサミがね入らないぐらい小さいのでこういうのはピンセットなんかで取ってあげると良いですね。こういう枝元の方にゴニョゴニョしてるいらない葉っぱとかを抜き取ったりして下向きの枝ですとか真ん中に強く伸びてるのは詰めたりとかですね。この品種物の五葉松の枝は結構貴重で繁殖にも使えるので、春先ですね枝継ぎとかする、適期までできるだけ枝は残しておいてでそれで春になったらですね抜いて繁殖に使ったらいいんじゃないかなとこういう枝とかもですね。はい、で土はですねこんな感じで砂メインでこれは入ってるんですけどうちの棚では赤玉と桐生と、基本にした基本用土で育てていきたいのでこれはできるだけ早く植え替えをしたいなと。ただ今はちょっと、できますけど適期じゃないので来年の、春先3月中旬ぐらいにそれはやろうと思っています。はい、樹形自体はまだちょっとこの枝とかね単調だし、まだちょっと根の状態もわからないんで何とも言えないんですけど根がしっかりしてたらこう根上がりにしてね作りようもありますから、これはちょっとね楽しみに取っておこうかなというところですね。はい、やっときます。で五葉松の品種はこの前ちょっと曲げたこういうものもあればこんな感じでちょっとよれのある葉鞘のものなんかもありますね。はい、これはある程度培養をうまくやればある程度葉っぱがねよれとか目立たなくなることもあるらしいんですけどやっぱ鞘っていうのは一生変わらないものなんでなんかこう種木買う時なんかはやっぱこう元ある葉鞘をよく見て、買ったらいいかなと思います。これと比べたら今回買った五葉松の葉鞘ってものすごくちっちゃいのが分かりますよね。はい、今日は五葉松の紹介でした。なんか新しく五葉松買う時の参考になったらいいかなと思います。お疲れ様でした。